仕事でのプレッシャーがすごくて一番悩んでます。ちなみに職種は営業事務です。本当に全力で物事にぶつかっている時ほどプレッシャーっていうのは強くその反動で来るものなんで、プレッシャーを受けていること自体に悩む必要は僕はないのかなって思います。それよりはその悩むっていうのはきっといい業績を上げようとかいい結果を出そうとしてるから悩むのであって、そのプレッシャーのことに悩むんじゃなくて、もっと労力をどうしたら業績が上がるんだろう、結果が出るんだろうっていうところに使ったらいいのかなって思います。今大学生なのですが、やりたいことが見つからなくて不安です。やりたいことをそもそも見つけなきゃってなってる状況が僕的には謎なんですよ。自分がやりたいこと見つかるまで待てばいいんじゃない。大学生でやりたいことが見つかっていないのであれば、その大学って長いわけじゃないですか、4年って。なんでその時間を焦らずに使った方がいいと思います。変に周りがこうだからって言って自分もこうってやる必要はなくて、見つかっていないのだったら見つかっていないでしっかり時間をかけて自分の道を見つけた方がいいのかなって。自分が何したいかわからなくなった時どうしたらいいと思いますか？自分が何したらいいかわからなくなった時、シャワー浴びようって思ってシャワールームに行く途中に、あれ何したいんだっけみたいな、もしくはご飯食べに行こうと思って食事に出かけている途中で、おや私はなぜ外に出ているんだみたいになった時ってこと。もしくはよーし今日ライブ見に行くぞ行ってライブ見に行ってライブハウスに入った途中で、なんだこれ何しに来たんだみたいな、そういうこと。それともいやーめっちゃもう寝ようところで私は何をしていたんだみたいな、そういうこと。何したいか分かんない。いざ目標を達成した、もしくはなんかそれに触れてみたら違くて、じゃあ自分が目指していたものは一体ってなって何したらいいか分かんなくなったっていう体で話すと、どうしたらいいですかっていうのはそこから新しい道を探せばいいと。別に違ったなって思うことに戻る必要はないし、新しい道をもう見つけるしか逆にないでしょ。とどまってるのもそれはそれでなんか違うと思うし、新しい世界とかに飛び込んで、もしくは新しいものを見つけるというか、別にそれは見つけようとしなくていいと思う。自然にそういうものって見つかるというか、なんか見つけようと思って見つけたものって偽物な気がするんですよね、僕的に。自然に生きていて心を惹かれるものだったり興味が出てくるものって本当に自分から湧き出てくる真のものだと思うから、なんかそういうものを見つけたらいいと思います。旅出たら解決すると、世界一周すれば何かしらの答えは出ると思う。本当に世界一周しかない。逆に世界一周したことによって答えが膨大に見つかりすぎて困るかもしれない。そのぐらい世界は未知で溢れてる。未知。自意識過剰だったり細かいこと気にして疲れます。何かアドバイスありましたらお願いいたします。でもさ、多分人からの目を気にするってことはやっぱ周りにいい顔をしたいとか、なんかそういう裏返しなのかなって思うんですよ。だからそういった時に全ての人間から好意を受けることは無理だなっていう一種の諦めというか、ものの心理というか、そういうものを頭の片隅に置いてあるだけで気は楽になるんじゃないかなって思います。ちょっとしたことで辛くなって人前でもすぐ涙が出てしまいます。強い人間になりたいです。自分に自信が持ててないとちょっとしたことで自分が悪いのかなとか、自分に対して矢印が向きがちというか、それで心がいっぱいになってしまって涙が出てくるみたいな、そういう感じなのかなって思うんで、自分に自信を持つために毎日、少しでも自分の長所を探してあげることが大事なのかなって思います。短所は短所で冷静に分析できればそれは一番いいんですけど、そういう人の場合短所の分析の方が進んじゃってるケースが多いんで、長所の分析ももっとそれ以上、短所の分析以上に長所の分析をしてあげる。長所を見つけてあげれば自信がつくんで強くあれると思います。最近何がしたいのかがよく分かりません。いろいろしてみても結局自分の道じゃないってすぐ諦めます。それはさ、でもすぐに判断できてるのはすごいいいことなのかなと思うんですよね。これ自分じゃないなみたいな感じで思ってるんだったら、自分だなって思うところまでトライしてみたらいいんじゃないですか。
って思います。もう行くところまでやってみるみたいな、なんかそんな感じがスタイル的にはいいのかなって思います。私はストレスを無自覚に溜めてしまうタイプです。 S さんの一番のリラックス方法を教えてください。僕はかなりストレスに敏感なんで、もうストレスがかかるものを何かしら排除するなり変えるなりするタイプなんですけど、だからなんかもう手遅れみたいな時はないんですよ。もう早期発見みたいな感じなんで、あんまり気持ちがわからないんですけど、だから僕はストレスをそもそもためないタイプなんで、そんな人のなんかリラックス方法がなんかストレスヘビーユーザーに適してるかわかんないんですけど、僕は割とシャワー見たりとか、好きなタイミングで映画見たりとか、なんかそのくらいで割と解消できることがあるんですけど、ヘビーユーザーどうなんですかね。なんかそうリラックスでゼロにしたつもりでも全然ゼロになってないんで、やっぱそもそものストレスを排除させることが大事なのかなって。そのストレスのさ根源をさ解消するのがストレス解消なんじゃない、もはや。時々現実がすごく窮屈に感じることがあります。セナさんはそういう時はどうしますか？なんだろう、自分が属する集団を増やしてみるとか、違う世界に行ってみるっていうか、違う世界を見てみるっていうのもありかなと思います。なんかその世界しかないみたいな感じで思うから窮屈さがより強くなるっていうか、だから他の世界も覗いてみて、他の世界にも、ちょっと表現は違うかもわかんないですけど、居場所を作ることによってその窮屈さは軽減されるというか、またその窮屈さが違った見え方がするようになるのかなって